優秀賞を発表したいと思います。優秀賞はフランス語で届いております。こちらの俳句になります。エコドゥメパ、qui frotte sur les pavés, vibrant l'air d'automne。ということで、フレンチンジャパンさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。では、ちょっとこちらの俳句に決められた、コメントをちょっとメッセージをぜひお願いしたいです。はい、非常になんでしょうね、かっちりとした、ものの描写で成り立っているというところを非常に好感に思いました。はい。まずその足音というところから、まず音とともに足っていう実際の身体感覚だったり、動きっていうのにうつむくような目線にまず誘導された上で、そこに焦点が絞り込まれるように、玉石ですかね、砂利の、石に最後クローズアップしていくと。まずその目線の流れというのが非常にまず良かったなというふうに思っていて、その上で、この秋の、それも、夏の終わりから秋が始まる時の秋で時の空気感ではなくて、もういよいよ冬に向かっていくような、かなり寒々しいような、そういうちょっと体の震えが風の震えにも移っているような、そんな季節感なのかなというふうに思います。だからそれを感じさせるのは、その、石の冷たさであったり、その足音であったりというものが相対的に絡み合っている感じがすると。そこが非常に一つの立体的に世界を織りなしている感じがあって、いいなというふうに思いました。ありがとうございます。ということで、フレンチンジャパンさん、おめでとうございます。ありがとうございます。次の1月、2月、3月に行われる、この審査員の大塚正也さんの俳句講座にご招待させていただきたいと思います。詳細はちょっとメッセージでお送りさせていただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。あと、すみません。大塚さん、他にもあれですか、ちょっと気になった俳句とか、そうですね。ちょっとあれば、ちょっと今送りますね。これもね、フランス語なんで。じゃあちょっと読み上げたいと思います。フランス語できている俳句で、Petit à petit, avec un dictionnaire de poche, je marche sur le français。ということで、これ日本人の方で、原岡望さんという方が作られています。気になった俳句。そうですね。季語はないので、無記の句なんですけど、非常に多分、その学習されてるということだと思うので、多分その気分をそのまま表しているのかなというふうに思うんですけど、そうですね。結構、比喩が2つ重なっているような感じで、道を歩いていて、それをその、ディクショナル、だからそのポケットの中の辞書ってことですかね。ポケット、そうですね。ポケット辞書ですかね。辞書ってことですね。だからそれを懐に入れながら歩いてるっていう。で、まさにその、今の季節だと、そういう落ち葉の道とかを歩いてるんだと思うんですけど、多分そういう現実の情景と、あるいはその辞書の中の文字列というか、言葉の林の中を、そのフランス語の林の中を自らも歩んでいるように、歩んでいるっていう、そういう、なんでしょうね、ちょっとその次元の高いというか、空想的な比喩っていうんですかね。そこがダブルで重なっているっていうことなのかなっていうふうに思ったんですけど、言葉の林を歩くっていう比喩自体はかなりその、よく言われる比喩、もう現実にある比喩だとは思うんですけど、そこを、なんていうのね、辞書っていうしっかり具体物を出したのが良かったかなというふうに思いますね。ちょっと全然気づかなかったです、そこまで。っていうこと、やっぱり、なるほど。そういうことだったんですね。思いましたね。
既存の俳句の文脈というよりは、はいはいはい、割とこう、なんでしょうね。西洋史をどちらかというと、こう、下敷きにしている感じが、その味わい方というか、面白さとしては、そういう感じかなと思いますけど。なるほど。ありがとうございます。はい。はい。他にも気になる句はありますか？他は日本語の句でうん。したけど、ですね。寒空かなオーディション、オーディションの句ありましたね。オーディションを終え、寒空へ脱ぐスーツっていう句がありましたね。はいはいはい。はい。あちら。そうですね。スーツでオーディション出てるんですね。そうですね。まず、はい。まずそうあ、なんだっそうていうふうかそうか。に思うんですけど、あ、普そこ通に、は、なるほど。そう、寒かったら、うん。普通スーツ着といた方がいいと思うんですけどね。そうじゃないんで、うんうやっん。ぱりそれは開放感というか、なんかその一種の堅苦しさだとか緊張から解放されたいということだと思うんですけど、はいはいはい。まあそこの逆説なので、なるほど。そこあ、で、その寒いけど脱いでしまうっていうところに、はい。あれって立ち止まらせるっていう、そこに仕掛けが一つあるっていうタイプの句だうん。なというふうに思いました。なるほどですね。はい。これ実は NHK の俳優さんが応募してくれたんですけど、ありがたや。ありがとうございはい、ます。すごい。他にもありますか？そうですね。うん、と、そうですね。うん。まあ、二つパッと思いついてるのは、その2つがいいかあ、なとは思いました。なるほど。はい、で、この2点も結構、いい線まで出たかなって感じですかね。そうですね。はい。はい。なるほど。ありがとうございます。総評というか、全体的はい。にどうでしたか？全体全的には、はい。はい。非常に難しかったというか、僕おー、も基本日本語話者なので、うん。多分その音に対する味わい方とか、うん。微妙な文法のねじれみたいなものだとか、はいはいはい。あえてブロークンになっている部分だとか、うん。そういうところは、やっぱりその言語じゃないとわからないというか、その言語の中で読まないとわからないので、うん。結構その僕が読み切れてない部分っていうのは、まあ、あるのかなとうん。いうふうには正直思っています。うん。うん。なので、そこはまあ、その、何でしょう、まあ、私が読むこと自体の限界という面もあるんですけど、まあ、一方で、何でしょうね、日本語における俳句の仕組みというか、メカニズムうん。っていうもの、そういう一種の、まあ、なんでしょうね、ストラクチャーですね。俳句の器っていうんでしょうか。あうん。の、だからこそ、できる最適なやり方というか、うん。まあ、さっき言ったさっき取った一番最初の1句目の秋の、えっと、うん。句ですね。はい。はい。なんかはまさに代表的なんですけど、ああいう具体的に言葉を、うん。ああいう形で視点を絞り込むとかっていうのは、あれ一つの要はう手法なんですよん。ね。なるほど、なるほど。はい。それはやはり非常に短い死刑だからこそできるというか、それが強みになる、強靭になるっていうような、そういう部分なので、うん。そういうところの強度っていうんでしょうね。うん。強度をどううまく味方にしていくのか。短いからこその強みみたいなものをどう味方にしていくか。はい、うん。俳句だからこそこう言えるっていう部分の具体的な例をいろいろ出しながらうん。一緒に学んでいけたらいいかなっていうふうに思います。うん。そうですね。やっぱり、あれですよね。日本語で書かれるとそのまま受け取れるけど、英語、フランス語で来ると結構またうん。難しいですもんね。難しいですね。多分難しいんですけはい。ど、その言葉にするっていう意味で難しいんですけど、多分うーん、ちょっと作り方って言うんでしょうね。基本的に概念というか、うん。発想自体は、割とこれはもう、割とこう、共通なフォーマット
としてあると思っていて、だから正直その俳句を1行で書くのか3行で書くのか、また音数も5、7、5でいくのか、それとも、そのシラブルスにとらわれないで書いていくのか。どうあっても、その根幹の部分って変わらないと思うんですね。ストラクチャーの部分っていうんでしょう。発想っていうんでしょうかね。思想の部分は変わらないので、いろいろその、定義はあると思うんですけど、書き方の定義はあると思うんですけど、そういう形式、からまた、をちょっと一歩深めた、もうちょっとメタ的に見たときの核の部分っていうんですかね、俳句性というもののその核の部分みたいなものの話をできたらいいかなと思います。なるほど。ちょっとすごい抽象的な話にはなっているんですけど、俳句をなしているのは、必ずしも形式ではなくて、五七五だから俳句だってわけではなくて、なるほど、なるほど。ではないので、もちろんそういう形式だからこそ、そういう面白がり方って生まれたんですけど、仮にそれがもう少し長かったり、なんでしょうね、韻律がぐちゃぐちゃっとしてても、別に構わないというか、俳句の範疇にはなり得ると思うんですよね。その俳句の基本姿勢という基本思想というか、コアなフォーマットっていうんでしょうかね。何を見ているのか、ものをどう捉えているのかっていうところの、なるほど。話で、これはもう完全に量を読んでいくしかないので、いろんな作品実際読んで、それを解釈することで、なんか見方がこう鋭くなっていく、目つきが鋭くなっていくっていう、そういうものかなと思うので、そういう話をやり取りできたらいいかなと思ってます。なるほど。ありがとうございます。なんか今回の、かなり、なんでしょう、俳句初めて作ったよって方もかなり多かったと思うんですけど、はい。俳句始められた方へのなんかアドバイスとかありますか？なんか、なんだろう、こういうふうにやると、実際応募された方もいると思うんですけど、こういうふうに俳句を作っていくともっと面白くなるよとか、はい。ちょっとランクが高くなっていくよとか、そういう何かアドバイスみたいなところありますかね。読者をもっと信頼読者を信頼している俳句を読むとやはり気持ちがいいなと思っていて、それ何かというと、その多くを語らないというか、なるほど。嬉しいとか楽しいとか寂しいとかっていうのはもう読めばわかるので、伝わるので、なんでしょうね。そこはもっと信頼していいんじゃないかなっていうふうに思います。なるほど。はい。なんで、そこは、なんでしょうね。要は、書くことと書かれたものを読むこととのその間合いっていうものの距離感というのがあると思うんですけど、それをどうスタンスして取っていくかっていう話だと思うんですね。なので、それはやはり自分が読む側、いろいろ読んでいかないと、その間合いの距離感ってやっぱ分からないと思っていて、読むことで楽しみ方がより分かってくるっていうことですね。美味しい料理を食べると、なんでしょう。単に栄養を取って生きていければ別に、ご飯ってまずくても生きていけると思うんですけど、でも美味しい食べ物を食べると、取ってる栄養量は同じでも、やっぱり全然違うじゃないですか。で、調理方法とかも、今まで知らなかったものを食べると、また料理に対する解像度が上がってきて、ガストロノミー的な面白さとか、そういうものに気づいていくわけですよね。そういうものの繰り返しかなと思うので。なるほど。俳句をちょっと味わっていく経験を増やすと、より楽しくっていうか、そうですね。作れるはい。し、俳な句のので、感覚もなんで変わるんですかね。そうですね。だから俳句をうまく作ろうとか、うまく作ろうとか、なんかあんまそういうことって価値はそんなに僕はないかなと思っていて、それよりもどう楽しむかというか、なるほど。違い、どう味わうか、どう読むかの方が圧倒的に僕は大切だと思うので、はい。なんかそういうその部分の話を主にできればいいのかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。じゃあ、どうしようかな。もう一個聞こうと思ったんですけど、なんか、
俳句、そうですね。はい。なんか講座のテーマとか毎回決めると思うんですけど、はい。もうあれですか、なんとなく決められてたりします？第1回のテーマ、こういうのでやろうかなとか。そうですね。ちょっとまだ具体的には決めてないんですけど、はい。3回ですよね。1月、2月、3月で。そうですね。はい。であれば、そうですね。1月はまず、大まかな俳句の分類から始めようかなと思ってます。どういうふうに読むのかっていうところ、読めばいいのかっていうところの分類うん。分類って言うんでしょうね。初めて来たものに対して、それをどう読むかっていうことに対してまず話をしようかなと思っていて、その中で特に季語の扱いっていうものについて話したいと思ってます。で、2回目は型かな。でも、基本的に日本語の俳句になっちゃうと思うんですけど、題材に取るのは、それちょっと英訳を入れたりしながら、一種、切れっていうことですね。切れっていう手法があるんですけど、切れの概念をちょっとそこで勉強しようかなとか、一緒に読んでいきたいなと思っています。3回目は、3回目はちょっと悩んでるんですけど、どうしようか悩んでるんですけど、1回目、2回目の様子を見てですかね、ちょっと決めようかなとは思っています。なるほど。ちょっと強化するポイントとかを入れてったりとか。そうですね。とか、はい。はい。なるほど。でいけばいいのかな。毎週その生徒さん、皆さんのそのレベルにもよると思うんですけど、レベルというか、どこまで興味があるかっていうことにもよると思うんですけど、ちょっとモダニズム詩とか象徴詩的な俳句で、多分1回目、2回目はすごくこの写実的な句の話をすると思うので、そうではない、昔でちょっと前衛俳句っていうのがあったんですけど、そういう時代の話とかをちょっと話を入れてもいいかなっていうのはちょっと思ったりはしています。なるほど。ありがとうございます。楽しみですね。なんか講座、すごい楽しみになってきました。はい。ということで、はい。じゃあ、コンテスト、さっき閉めたからいいかな。はい。はい。ということで、では大塚さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。